休みの日こそアクティブに。久々の動画ということで、今回は朝から出かけてアクティブに過ごすお一人様の一日を追っていきたいと思います。ということで、おはようございます。なごみけです。朝7時5分ですね。休日は僕あんまり起きる時間意識してないんですけど、もう根っからの朝方なので、7時でもちょっと遅いくらいの時間ですね。でも起きた瞬間にはもう家を飛び出したいくらいの気持ちで毎朝起きてるんですけど、そんなことをしてるとさすがに部屋の中がどんどん汚くなっていくので、もう休日にできる限りのことはやろうという気持ちだけ持ってますけど、これとかデスクを片付けようとして諦めてますね。良くない。やっぱりいくら朝方とはいえ寝起きの頭でこれを片付けろみたいなのは到底無理な話なんですよ。なのでとっとと諦めて支度をして家を出ようと思います。そういえばですね、最近僕新しい iPhone のアクセサリーを購入しました。この後ろについてるリングですね。これどういうアイテムかというと、こんな感じで展開してスタンドになるんですよ。マグネットで iPhone にくっついてるので外して縦も横もいけます。それでいてこれケースとかではないので、あくまで iPhone は裸に近い形で使えるんですね。 iPhone 裸族の皆さんには結構ずっとねおすすめしてるんですが、これ1回前にも買ってるし、なんなら動画にしてるんですよ。前買ったやつはこのフルブラックのモデルになってます。こっちはこっちで僕の iPhone 背中ブラックなので、このブラックとの相性がなかなかいい感じ、フルブラックの感じがすごいね気に入ってるんですけど、これ使ってたらものの数ヶ月でヒンジが緩くなっちゃったんですよ。ここがもう関節がガタン。 iPhone スタンドなのに iPhone すら支えられないっていう貧弱な感じになっちゃいました。でまた同じもの買っても同じ結論になるかなと思ったんですけど、とはいえいろいろ探して他にいいものが見つからなかったので、結局同じやつの別のカラーを買いました。ヒンジが長く使ってると弱くなるかもというのはあるんですけど、機能としてはめちゃめちゃ気に入っているんですよ。シルバーとオレンジもめっちゃ可愛い。可愛いだけじゃダメですかっていうと、ちょっとこれ安っぽくないですかね。カメラ越しだといい感じなんですけどね。金属の質感がちょっと安っぽくて、ブラックはそんなことなかったんですけどね。しかもこのトラス、メーカーのロゴもブラックよりもやっぱ目立っちゃうんですね。とはいえブラックだとちょっと強すぎたマグネットの磁力もちょうどいいバランスになってるし、ヒンジの感触も若干違うので、同じ製品なのにちょっと違うものに感じるんですよね。なのでヒンジももしかしたら耐えてくれるかもしれないとちょっと期待しています。一旦使ってどうだったかっていうのはまた報告します。で、そんな話は置いといて、着替えてどこに行くかというとジムです。ちゃんとプロテインも準備します。高いですね、意識。これが朝食代わりですね。僕はずっと落としましたね。僕はもうずっとプロテインに関してはミルクティー味派です。飲んでるやつは概要欄に載せておきますが、これで荷物の支度をして家を出るという感じですね。もう本当に冬寒いので毎日このダウンジャケット着てます。この時点で朝8時9時ぐらいになってるので、めちゃめちゃもう気温が気持ちいいですね。でもうジムに直行しますということですね。でジムに行って何やってるかっていうと、別に僕マッチョになりたいわけではないんですよ。本当はスラッとした体型に憧れてるんですが、ずっと陸上とかやってて結構ガタイ良くなっちゃったので、もうそこら辺は来世に期待ということで、腹筋背筋あたりは鍛えつつ、あとランニングですね。30分走って汗だくだく息ぜいぜいになると本当に気持ちがいい、朝から。なのでもう僕は何かの目的のためというよりは、もう日々気持ちいいから走ってるみたいな、そういう意識高いですね。そういう感じになってます。ジムも終えていよいよ外出すると、ここでねカメラを忘れたことに気づきました。やっぱねジム行きながら撮影しながら次の場所行きながらみたいな、こうマルチタスクは苦手ですね。忘れ物は本当に多いです。危ねえ。で基本僕歩きながら何かしら聞いてるんですけど、最近ハマってるのが引っかかりニーチェっていう番組ですね。知ってる人からしたら今更って感じだと思うんですけど、結構僕の中で今この番組はホットです。で今日の目的地はですね銀座になります。正直僕は仕事でもプライベートでも銀座に行くっていう機会がほとんどないので、まだドキドキするし、なんか高いビル見て写真撮っちゃったりするんですよね。埼玉の田舎育ちの悪い癖が出てますね。でこの時点でですねだいたい11時過ぎくらいになってたので、今日はちょっとラーメンが食べたいなと思ったので、銀座周りのラーメンでいい感じのところを調べて、でとあるお店を目指したんですが、
めっちゃ混んでる。何これ。でこのお店が麦とオリーブっていうまるでパン屋さんみたいな名前のラーメン屋さんです、でこの銀座周りの日本食のお店は比較的外国人でにぎわってる感じが強いんですけど、ここに関してはね結構日本人比率高かったですね。半々、もうちょい日本人いるかくらい。日曜の11時15分ぐらいでこんな感じの混雑でした。で確かにインスタとか見てみるとめっちゃみんな同じ写真載せてる。そういえばいつだか先輩にインスタでご飯の場所決めるなんて愚かだって言われたんですけど、また別の先輩にインスタって口コミそのものだからって言われて、確かになっていう、どっちの意見も分かるなと思ったので都合よく立場を切り替えてます。でね、本当に長いんですよ。しょうがないので僕はその日の朝の仮面ライダーを見ることにしました。僕結構仮面ライダー見てます。今年のやつ面白いですね。本当に40分ぐらい待った結果ようやく入れたんですが、一番人気なのがこの上のこれ、虫片に合うってなんていう文字か分かります？これハマグリなんですよ。ハマグリを使ったスープによるラーメンで、実際ハマグリも乗ってくるんですよね。これがすっごく美味しかった。僕醤油ラーメンそんなに好きじゃなくて食べてると飽きちゃうみたいなところあるんですけど、これは最後まで美味しかったんですよ。多分ね、今までに食べたことのないその海鮮の出汁だったりとか、あと重くないんですよね、全体的に。これ結構美味しかったし、今までに食べたこともないようなラーメンでした。だから並んだ甲斐はあったなという感じがあります。で見てみたところやっぱり100名店を取ってますね。2017年と2020年間に何があったので、そんなラーメンランチを済ませて僕が銀座に来た理由、目的地のところに行きたいと思います。でそれがですね、この東急プラザでやっていたシンクロニシティというイベントです。これアートイベントで結構現代アートに近いような形の作品がたくさん並んでいました。これとか僕結構すごいなと思ったのは、表面と裏面で別の絵柄を縫うっていう行為によって表現している感じ、裏の部分のつながりも含めて、これはもう僕みたいなアート初心者でもすごく分かりやすくて見入ってしまった作品でしたお久しぶり。ここで僕の友達が展示をしていまして、これを見に来たんですよね。E-EAT というユニットで食に関する活動をしてるんですよね。僕の大学の同期です。原宿のキャットストリートに生えている植物というか草を使ってこういうお菓子とか食べ物を作るっていう結構すごいイベントですよね。そのイベントのレポートを展示していました。キャットストリートもちろん何度も行ったことあるんですが、こういう観点で見たことなかったし、実際にこう植物の匂いとかを嗅ぐとこんなにいい匂いだったんだっていうのにね、発見があるんですよ。甘い。なんか実家の周りを思い出すなめっちゃいいね。いいこの匂い好き俺。これもでもあるんだよね、キャットストリートの。食を通して新しい一面に気づかせてくれるような展示でめちゃくちゃ面白かったですね。もうこの子の話もすごい面白かった。イベント自体はこの土日限定だったので、もう見ることはできないんですけど、ぜひぜひ下のインスタグラムから活動についても見ていただければと思います。でちょっとやっぱ僕は銀座はまだ早いということで早々に退散してですね、向かったのが原宿です。やっぱ渋谷、新宿、池袋みたいな西側は本当に落ち着きますね。僕は何なんでしょうねこれ。さっきのハマグリじゃないですけどめちゃめちゃ混んでるラーメンのアプリを横目に向かったのが僕のお気に入りのショップシンクオブシングスという店舗です。前からよく行ってたんですけど、最近特に僕ここが気に入ってますね。黒曜が母体で、いろんなアイテムを販売していたり、あとカフェブースがあったりするっていう空間なんですけど、ここに置かれているものが本当に一癖二癖あるようなアイテムたちばかりで、まさにこうデザインの面白さっていうのを体感できるような、店舗になっています。こういうちょっと変わったビール缶とかキャンパスノートとか工業用の製品を日常で使う様々な使い方を提案しながら販売していたりだとか、これもカラーリング素敵ですよね。で今ちょうど特設ブースで展示していたのがスーパープランツという、中国北京のデザイン事務所兼インテリアアイテムを展開するブランドとシンクオブシングスがコラボしたアイテムになってます。漢字をデザインに起こすっていうのは中国の方々やっぱうまいですよね。このコラボ製品1個僕も購入してしまっているので早く開けたいなと思います。なんか家に溜まってるんですよね。で今回店舗に訪れて僕が気に入ったのはこのモノトーンの赤べこです。色もブラックとホワイトで造形もめちゃくちゃモダンでシュッとしたこの赤べこ、なんかね惹かれるんですよすごく。
迷いに迷いに迷って、今回は結局やめたんですけど、部屋に置きたくなりましたね。はい、ということでシンクオブシングスを後にして、やっぱ原宿混んでますね、本当に。で、僕が原宿に来たらほぼ確実に行くのがこの駅上のサルタヒココーヒーという、店舗になります。過去にも僕何回か動画の中でも来てるんですけど、ただやっぱり日曜の3、4時台めちゃめちゃ混んでます。で、今回僕は抹茶ラテを購入しました。で、このカフェ窓際の席を取るとこんな感じで原宿駅すぐの光景を見下ろしながらいろいろね、時間を潰すことができます。コープオリンピアを眺めながら作業ができたりしちゃうっていうのも、ここの魅力ですね。夕暮れ時から暗くなるまでなんだかんだ居座ってしまいました。このサルタヒコ、外装に限らず中の雰囲気もめちゃくちゃ良くてですね、まさに和モダンといった雰囲気でインダストリアルな印象が強いのも結構僕が気に入ってるポイントですね。でこの時間になるとさすがに空いてきて、僕もそろそろということで出ることにしました。そして向かうはやっぱり銭湯です。銭湯、本当に最近僕銭湯すごく気に入ってるんですよ。前からサウナ行ってたんですけど、寒いからなのか銭湯の方が結構気持ちいいぞっていうことに気づきまして、サウナよりも体の芯からしっかり温まれるような感じがするし、温冷交代浴、お湯と水をだいたい2セットくらい交互するんですけど、それだけでもだいぶサウナみたいに整う感じがあります。で、これを終えてですね、どこに行くかというと、はい、松屋でございます。僕が基本松屋で頼むのはチキンかハンバーグか限定メニューです。今回はこの元祖旨辛焼き牛飯っていうのをねいただきます。一日出歩いて銭湯行くとやっぱこんな感じになりますよね。松屋で仕上がっちゃってます。一応生野菜も頼んで店員さんに健康志向ですよっていうのをアピールしつつ、ひたすら頭動かないままにご飯をかき込んでいきます。これ旨辛牛丼もね結構美味しかったんですよ。あくまで牛丼牛飯の延長なので、普段の牛飯に飽きた人とかには特におすすめです。で、松屋にいたらとんでもなくハッピーなニュースをね目にしてしまいました。シュクメルリ復活、素晴らしい。これが毎年2月頃に限定メニューとして販売されるんですが、僕はこれのために1年間生きてると言っても過言ですかね、さすがに。ということで帰宅してきました。これ僕の早起きのコツの一つでもあるんですけど、ちゃんと寝る前に明日の朝の支度をするっていうところですね。どんなに疲れていても荷物は最低限片付けて、明日また朝ジムに行くための準備っていうのをちゃんと整えてから寝るようにしています。銭湯行ってご飯食べて帰ってくると本当に直行でベッドに行けちゃうので、最低限これくらいはしてね、もうまだ全然9時とかですけど今日は十分疲れたのでぐっすり寝れると思います。ということでおやすみなさい。こんな感じで僕の休日の一日をご紹介しました。ぜひ皆さんからのチャンネル登録、高評価、そして何よりもコメントお待ちしております。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。